ございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は、突然の大雪になった鳥取県の大山にある大神山神社。毎年12月に訪れるこの場所は、例年期待を裏切らない美しすぎる景色と凛とした空気が辺りを包んでいます。そして今回は少し早いクリスマスパーティーも。予想を上回る大雪となった鳥取県の大山。今回はその大山に鎮座する大神山神社をお参りするキャンピングカー車中泊旅。よろしくお願いします。今私たちは蒜山高原サービスエリアにいます。ここは岡山県ですね。標高が750メートルぐらいのところなんですけども、今日はねここで車中泊をさせていただこうと思ってます。で、今回の目的地は鳥取県の大神山神社。これはね毎年4年連続ぐらいでもう来てるんですけども、山の上にある神社なんですけどね、そこがすごく綺麗で、雪景色がとっても綺麗なとこなんで、毎年この季節に来てます。で、今この蒜山高原サービスエリアは雪はねないんですよね。こんな感じで全然ないんですけど、芝生のとこがちょっと白っぽくはなってますけど、そんな雪はないんですね。ただ今晩から雪がどうも降るみたいで、1時ぐらいからかな。今もねちょっとポツポツ雪みたいなものは降ってるんですけど、さっきは雨だったんですけどね。で、今夜の夜中ぐらいから多分午前1時ぐらいから雪が降ってくるみたいで、もしかすると明日はね白銀の世界になってるかもしれません。分かりませんけど、はい、そう期待してますけどなかなか雪を期待するっていうのもマニアやねもう雪遊びが大好きなんで。で、明日はね朝から大山にある大神山神社を目指すんですけども、今晩はもうここで寝ようと思います。今の時刻は10時前ぐらいかな。もう今からね寝ようかなと思うんですけど、実は晩ご飯を食べてないなので今からね晩ご飯をいただきたいと思います。で、その後にねこの蒜山サービスエリアでもう寝させていただこうと思ってます。じゃあ今回は鳥取県の大山にある大神山神社を巡る旅です。よろしくお願いします。母ちゃん、はい、雪が一気に降ってきました雪がね一気に、さっきキャンピングカーのところで話をしてた時は雪降ってなかったんですけど、今一気に雪がこんな感じで、うわすげえ、すごい雪を呼ぶ男。やっぱり標高がね高いんで750メートルぐらいちょっとねぐらいなんで、やっぱりね一気に雪がもう後ろ多分すごい見えてると思うんですけど、すごいです雪がね。もうちょっと前まで暑い暑いって言ってたのに、もうまたこの黄色のねこのジャンバーの出番ですねやっぱり雪はね綺麗ですね。すごい、今シーズン初めてやもんな雪。もうそう、ね、本当に、今シーズン初めての雪がもうめっちゃ綺麗です花火みたい。本当すごい。じゃあキャンピングカーに帰りましょう。でね、あの人が着てるジャンパーね、あれ私のジャンパーなんですよね。なんか間違ってね、あの人すぐ間違って、ね、私のジャンパー着るんですよすごいね。すごいな。よいしょ。すごい雪ですね、いきなり。よいしょよいしょ。すぎてちょっとはみ出るんじゃん。ちょうどでっかすぎる。ちょうどで上にそれをかぶせるの。あ、こういうことね。ちょっと足れへんの
ちょっと足らんってなんか、その言葉が。今何%ありますか、イリス。95% ですね。じゃあ電子レンジ入れます。よいしょ。で、よいしょ。ちょっと回します。で待つだけ。これ回すだけでそうそう、勝手にね、スタートするんで。使ったことないんだよ。あとは待つだけ。いつも母ちゃんが使ってる。簡単です。出来上がり。わあ、美味しそう。温まっとる。温まってる。うん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 。わ、いい感じ。ほんな母ちゃんご飯いただきましょう。いただきます。で今のね外気温は0.9 度ですね。0.9 度、だいぶ寒くなってきましたね。でここは標高がね750メーターぐらいあるんでやっぱり寒いですね。で今はね外は雪止んでます。さっきはね猛吹雪だったんですけど、でもまたもう少し今の時刻がね11時なんですけど、これが日をまたいだぐらいからまたね吹雪になるみたいですね。明日は白銀の世界かもしれないですね。じゃあご飯いただきます。遅いご飯でいただきましょう。母ちゃんはノンアルでノンアルだから私もノンアルでもちろんいただきお疲れ様ます。です。今日ちょっとスーちゃん忘れがちやね。怒られるわ。FF ヒーターのね送風口って3箇所あるんですけど、トイレに1箇所とで土間のところに1箇所とでちょうど今のカメラの下ぐらいにあるんですよね。でトイレのは閉めてんねんな。閉めてます。よくね野菜とか置くんででトイレは閉めるんですけど、でも今晩トイレ使わなあかんからちょっと温めてもう冬のねトイレの寒いこと、昼間はねトイレの送風口は閉じてるんですけど、夜はね夜中にねトイレ行ったら寒いんで夜ちょっと温めるために送風口を開けます。そんな感じで使ってます。大神山神社また吹雪かもしれへんなこれやったら。いつも雪景色が見れてええで、雪がまたね、降ってきたよ。ほんと。わあ、なんか見える雪。なんだ。雪。覚えてる？やっぱシェードしてても運転席からの冷気ってすごいよな。結構違う。そのなんていうのかな、カーテンね、カーテン、これだけでカーテンするだけで全然違うもん。だからナギが手でこうパッと開けたりしたらふわーって冷たいのが冷気の感じな。これはねこの下からねバンクにやっぱ冷気はすごい上がんねんな。それ出しててもだからシェードしてなかったらひどいぐらい上はもう寒い、下から上がってくるから、ここがやっぱ隙間がだいぶあるから。あるよね。もう久しぶりに打ったわまた。最近打ってなかったのに頭。また始まってきた。始まってきた。よいしょ。これは
電気毛布です。わ電気毛布を今の気温がちょうど0度なんですけど、0度ぐらいだったら、0度ぐらいというかここの室温が0度だったらまずいんですけど、FF ヒーターを入れて、でね、これがね氷点下4度ぐらいの時で室温がね8度ぐらいまで下がったかな。そうなってくると電気毛布があるとね寝やすいんですけど、まだねこの0度ぐらいだったらまだちょっと頑張ろうかななんで頑張るかわかんないんですけど、あんまりね早く電気毛布使っちゃうと後がないって感じなんで、これぐらいだったら電気毛布はなしで寝たいと思います。じゃあ母ちゃん、はい、じゃあ母ちゃん、はい、もう一回やろうじゃあ母ちゃんちょっと首がしんどいいやこんな感じになってる今からNagiの歯磨きを撮ろうと思ってカメラを構えたらポジションがなくてこんなことになってるんですね。はい、じゃあNagiの歯磨き母ちゃんにお願いしたいと思います。いや足がつってきたはいどうぞ気になって歯磨きできへんな、なっちゃん。はい、なっちゃん、待って。はい。はい、待つ。待て。待て。で、待て。待て。はい、なっちゃん。はできるけど我慢できへんね。ちょっとね。はい、なっちゃん。ちょっと待って。なかなかねNagiはまだ歯磨きがね苦手やな。すーちゃんめっちゃ得意やったけどな。もうねひどい時はこうやってね、何すんねんなんて顔寄せてね、歯ブラシね。静電気すごいな。Nagiの静電気がでまたこうやって静電気ためようね今ね雪がすごく降ってきて、それをねバンクの窓から見てみたいと思います。こういうのがめっちゃワクワクするんですよね。すごいサラッサラの雪が降ってますね。でただいまの気温ですね。外気温マイナス 0.4 度ですね。寒いは寒いんですけど、やっぱり雪が降ってるとなぜかあまり寒くない。これはなんでなんですかねいつも思うんですけど、雪が降ってないとすっごい寒いのに、雪が降ってるとこの外気温でも外へ出てもあんまり寒いと思わないっていうね嬉しいからですかねじゃあ寝たいと思います。おやすみなさい。
ございます。すごい雪ですね。すっごい雪です。すごい雪です、本当に。雪降るっていうのを期待はしてたんですけど、このなんですかね、期待以上なんて言えばいいのかな。なんで私たちはこう悪天になるんでしょうね。ちょうどいいっていうのがないんですよね。ものすごい雪で、どんなんかっていうとこんな感じです。もうこんなんですね。足入れたらこんなんです。でこんな感じ。もうキャンピングカーもこんなことになってます。そうもうすっごい雪ですよ、本当に。よいしょ。まあちょっと外に出ただけでも雪まみれになるっていうぐらいの雪ですね。で今からなんですけども、道の駅蒜山に行って野菜とかをね買いたいなと思ってます。確か外にたくさん野菜を売ってたと思うんですけど、まあこの天候でそれがあるかどうかわかんないですけど、多分蒜山の道の駅へ行くと標高が低いんで雨じゃないかなと思ってるんですけどね。まあちょっとわからないんですけど行ってみたいと思います。ここからですね、安全運転に気をつけていかないと、もう今シーズン初の雪なんで、やっぱり最初ね感覚をつかむまでねかなり時間がかかるんで、雪道っていうのは。なのでゆっくり行きたいと思います。じゃあ本日もよろしくお願いします。大丈夫やけどすっごい動いてる。久しぶりの雪。でも前がちょっと見えへんな。この雪は滑りそうにはないけど止まる感じやからな。今は降りたてでなんかね、クツクツして止まれそうな感じ。ここが俺ガソリンスタンドに入ろうとしたのこれ。もう窓の横もすぐに見えへんくなるな。なかなかですねこれ。道がこれはやばいね。ホワイトアウトっていうやつじゃないの。これはかなりゆっくり行かないと。でも高速道路であんまりな、後ろからガンガン走ってくるしな。そうやね。ちょっとこっち取ってくれる？この窓がねすぐ雪で見えなくなっちゃって、ミラーがね見えないんですよね。なかなかこれがねちょっと怖いですね。これ運転する前に撮ったんですけどね、すぐにもうこんなになっちゃって、で前は今ねやっぱりこんな感じでほとんど見えてないですね。これ後ろから来る車に追突されないか怖いですね。道の駅蒜山高原かな、に着きましたけど、標高がだいぶ下がると思ってたらパーキングエリアからサービスエリアからすぐでしたね。なのでめっちゃ雪ですね、ここも。で今からですね、Nagiが散歩できてないんで、ちょっとすごい雪なんですけど、とりあえず散歩させたいなと思います。はい、じゃあ行ってきます。うわ、すごい雪ですね。おーもうキャンピングカーはこんな感じでだんだんこれがねつららになっていくんですよね。おお、すごい。いやー真っ白ですね。久しぶりやなこの景色。
今シーズン初めての雪はなんか嬉しくなりますね。めっちゃワクワクする。母ちゃん、はい。大神山神社のはい。第一駐車場、はい。無料やねんな。無料ですね。だから時期というか季節、年末、12月の22日から有料になってたね。去年来た時はまだ20日過ぎとってんな。だから有料やと思って来たけど、だからね、駐車場が無料だったんですけど、で去年止めたところに止めに行ったんですね。第二駐車場っていうところがあって、でそっち止めたらこれから係の人がね、はーっと来はって、これからすごい雪になるからもうその駐車場は出れなくなるから移動してくださいって言われて、で第一駐車場の方に移動してきました。で今の天気はね、もうね夕方みたいな天気になってるんですけど、今ね1時とかなんですよ、時間は。でね、こんな感じになってきましたね。でさっきまではね晴れてて綺麗な景色が見えてたんですけど、まあ今からすごい雪になるっていうことなんで、まあ、とりあえず、大神山神社の方に登ってって、で温泉に入って、まあ早めに帰らなあかんかもな、これやったら。出れないっていうぐらいで、なんかもう出れないからって言って、多分、そこはね、除雪が入らないっていう意味で出れないって言われたと思うんですけどね、係の人はね。まあ、今から大神山神社の方にとりあえず登っていこうと思います。はい、かんちゃん、はい、じゃあ大神山神社登っていきましょう。はい、すごい天気ですけどね、多分行けると思うんですけど、あんまりね危ないなと思ったら引き返してこようと思います。はい、じゃあ行ってきます。よいしょ。よいしょ。
今大神山神社の奥宮でお参りさせていただいて、でこれから下るんですけど、このすごい下り毎年走るんですけど、残念ながら今年は両膝がいってしまっててなので走れません。ゆっくり降ります。ゆっくりやないか、ゆっくり早く行ったらもうそれともどうにもならないですね。母ちゃんまっすぐ降りられへんの？いや、こっちの方がまっすぐだったら危ないから。そうか。よいしょ。間に合った。お待たせ。うわ何今なんちゃんなんで大興奮。なんだどうしたの？なんか興奮してるね。ダメだった。さあほんなら行きましょう。行きましょう。はい、温泉入りに行きましょう。ネギいっぱい遊んだね。うん。また立派なボールできてますか？今回大丈夫そうやんな。まだマシ。ね、マシやね。前はね、お尻の後ろとかなってたけど。ちょっと疲れたやろな。ねえ。土間があるとちょっとありがたいね。まあな。これがなかったら大変やな。雪とか。よいしょ。だいぶ今日は取れやすいわ。あ、そうか。なんじゃ顎ついてない、顎雪。顎ついてないよ。大丈夫。顎。うん、ついてない。あ、そっか、よかった。途中顎雪になってきたから、おじいちゃんみたいなね。まあ、おじいちゃんみたいになっとったね。母ちゃん、はい、じゃあ温泉行きましょう。はい、ちょっとね、足パンパンになりました。これ明日めっちゃ筋肉痛になってそうな雰囲気があります。本当にもう明日ダンスのレッスンなんですけど、ワンツーみたいになりそうな感じです。はい、じゃあ温泉行ってきます。
母ちゃん、はい。温泉うん。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。めちゃめちゃ良かったです。ね人も少なかったんですけど、うんまあなんか雪が降ってて、神棚っていうのはなんていうの、ああ、そうだね。お風呂の中にね、神棚って言っていいのかわからないんですけど、神様を祀ってる祠っていうのはね、なんか鏡火があって、そうまあちょっとね知識がないんで何とも言えないんですけど、神棚としたら神棚のあるところは暗いんですよ。お風呂全体が暗くなってて、それがねまたねいいんですよね。で露天風呂は雪を見ながら入れて、もう本当に良かったですよ。もう本当久しぶりになんか身を清められた感じ。余計なものが取り除かれました。はい、じゃあ凪のところに帰ります。ばあちゃん、今日の晩ご飯はうどん。今日クリスマスうどん。クリスマスうどん。何ですかそのクリスマスうどん。それで赤来てんの。そう今気づいたわ。そういうことね。そういうことです。でも昨日から用意してたから。そうか。ばあちゃんそれなめこな。これクリスマスなめこ。クリスマスなめこ、そんなんある。いい感じ。ね。ちょっとお風呂入ってからめっちゃ眠たくなってきた。要は温まったわ。湯あたり？いやそんなんじゃないと思う。ただ温まって眠たいだけだと思うけど。ね、ちょっとほら山登ったから。そうやな。明日ほんまにカウント取ってステップ踏めるかな。ワンチーシュリーみたいなりしてやばい痛くて。先生どうされたんですか？ちょっと山で修行してきましたっていう。いつも飾り付け丸投げされんねんけど。面白いからいいんじゃない。すいません。そんなんもあるの。すごいね。そうやね。こうですか。にゃんそっち行って。じゃあこっちおいで。にゃんそっち。おいで。母ちゃんと。母ちゃん当てるのよこれで。当てます。当てます。当てます。はい。じゃあメリークリスマスっていうことになりました。はい。クリスマスには実際ちょっと早いんですけどね。でもクリスマスの会をまた家内が企画してくれて、私これねあんまり見えてないんでそっち向いてるかどうかわかんないですけど多分向いてると思う。はい。じゃあ母ちゃんシャンペーン。はい。これは子供ちゃんが飲むシャンペーンね。そうなんです。はい、嬉しい。甘いやつね。嬉しいです。なぎもねおめかししてるんですよ。実はちょっと見えない。いや実はこれ見えなくてね。どうなってるのかわからない。なんとなくは見えてんねんけど細かいものが全く見える。お正月のあれやね。目隠しで。でねこれは家内がねなぎのためにね作ってくれたクッキーのクリスマスツリー。これさっきねチョコレート工場で買ったチョコレートです。はい。はい。いけるかな。これも回せばいいだけね。そっか。シャンメリー。はい。じゃあ開けます。メリークリスマス。大丈夫かな。
ナギは疲れてなんか冷めてるね。そうだね、結構冷めた目で見てる。ナギ何時も冷めたらあかんねん。いつも情熱は必要よ。そっか。メリークリスマス。はい、ありがとう。いや、疲れて全然冷めてんな。めっちゃ冷めてる。はい、ありがとうございます。はい、じゃあにゃんちゃん。じゃん。乾杯。はい、よし、はい。はい、乾杯。はい、はい。じゃあいただきます。じゃあこれ取っていいですか？見えない。全然見えない。じゃあいただきましょう。はい、クリスマスうどん。なめこが。これがうどんに入るんや。なんちゃん、ネクタイめっちゃ似合ってるよ。めっちゃ似合ってる。かわいい。かわいいなーにゃん。似合ってる。似合ってる似合ってる似合ってるよこれ。かわいい。襟付きでね。ちょっと就職活動頑張ったんだね。就職活動したの。じゃまだまだ。ちょっと待ってね。ちょっとサラリーマン。ちゃんと見せて。なんちゃん、じゃあハロー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 。すごいかっこいい。ハロー。かっこいいね。めっちゃ似合ってる。めっちゃ似合ってるよ。かっちゃん、コーヒー入りました。もうクリスマスパーティーも大詰めです。なんかね、こんな T シャツまでね、見えますか？こんな T シャツまでね着ていますけどね。ナギはもう疲れて寝てます。ね、今日はね、毎年来ている大神山神社の方にお参りをさせていただいたんですけども、やっぱり美しかったね。もう本当になんか、なんていうの、身が引き締まるというか、この顔で言うんですよ、それを。これで身が引き締まる、ちょんちょんみたいになってますね。気が引き締まる。なんかそんな身が引き締まる思いがしますね。確かに。まあ昨日の夜からね出発をして岡山の蒜山高原のパーキングサービスエリアで車中泊をさせていただいたんですけども、まあ雪がねやっぱりすごく降ってね、そこからねそのままもう雪が積もっちゃったんですよね。朝起きたらもう大雪や一面雪景色やってな。びっくりしました。標高がね高いところだったのでね、やっぱり雪がすごく積もったんですけど、やっぱり平地に降りていくとそんなに雪はなくって、でまたねこの大神山神社の方に登ってくるとまた雪がねやっぱしっかりとあって、ここのね家内も言ったように身が引き締まる思いっていうのはね本当にその通りだと思うんですよね。もう神様がいるかどうかはわからないんですけども、
いやもちろんおられると思うんですけど、その私たちがそれを感じられるかどうかはちょっとまだ全然修行が足りてないのでわからないんですけどそっちかなんで2やねん2ちゃうわなんですけどもやっぱり凛とした空気が漂っているところだなっていうのは本当に感じます。もうなのでこんな格好で言うのもなんですけども空気が素晴らしいって言えばいいんですかね。なんかもうそれがすごく好きで毎年来させていただいてるんですけども、今年も例に漏れずやっぱり美しい景色とやっぱその凛とした空気を感じることができて本当に来てよかったなと思いました。はい、もうねクリスマスも近いんですけども、クリスマス私たちは一足先にクリスマスさせていただいてますけどこういうねお祝い事、ハロウィンパーティーとかもそうですし誕生日会とかもそうなんですけども、家内はねこういうことをよく私たちにしてくれるんですね。私とNagiにですね。でその理由はですね、家内がそういうのがねもうすっごい好きパーティー好きみたいなのももちろんあるんですけども、私がねあまりそういうことをお祝いしてもらった経験があまりないので、子供の時からなのでそういうこともね家内はよく知ってるので、こういうお祝い事っていうのはもう本当に盛大にもう本当に趣味混ざってるやろっていうぐらいもうねすごく盛大にしてくれるんでありがたいなと思ってます。はい、して、帰ろう。